深夜2時のコイン洗車場。冷たい冬の風が吹き抜ける中、高圧洗浄機のけたたましい水音が静寂な街に響き渡ります。そこにいるのは一人の50代の男性。誰に見せるわけでもない漆黒の高級 SUV を、まるで自分の命そのものであるかのように必死に磨き上げています。凍えるような冷たい水に手を赤く晴らして、ボディの小さな水滴を執拗に拭き取っていく。街灯の黄色いネオンが濡れた黒いボディに反射するたび、俺は他の同世代とは違う成功者なんだと自分自身に言い聞かせているのです。しかし彼の心の奥底に渦巻いているのは、決して満たされることのない虚無感と、毎月容赦なく引き落とされるローンのプレッシャーです。翌朝、そのピカピカの車で街を走っても、周囲の人間は決して彼の思い通りには見てくれません。彼が期待する羨望の眼差しの代わりに、周りの人間は冷ややかな視線を向けながらこう囁いています。あの車かっこいいけどなんか無理してない？残クレかな？余裕ある人の乗り方には見えないよね。なんという残酷な現実でしょうか。本人はそのドヤ顔で力強く握っている本革のハンドルが自分のものにはならない借り物のプライドであることに気づいていません。実は彼は単に毎月数万円を払っているだけではありません。その見栄のために将来手に入るはずだった2000万円を超える資産をドブに捨てているのです。ようこそお金と自由の航路へ。船長です。今日は高級車と残クレというシステムがもたらす地獄のような末路について話をしましょう。これは決して彼だけの特別な話ではありません。人間の脳の弱点をついた誰でもハマりうる見栄と錯覚の輪なのです。なぜ分別のあるはずの50代や60代が老後の資金を削ってまで身の丈に合わない高級車に乗ってしまうのか。一つ目の理由は、高級車が人に勘違いの万能感を与えてしまうことです。いわば強固な鋼鉄の着ぐるみを着るようなものです。遊園地で着ぐるみを着ると普段やらないような大胆な動きをしちゃいますよね。普段は頭を下げて穏やかに生きているおじさんが高級車という着ぐるみを着てドアを閉めた瞬間、自分が物理的に大きくなったような全能感を覚えます。前の車が少し遅いだけで車間距離を詰めて煽り散らしたりする。中身の不安をフロントグリルのブランドロゴで補強しようとする。これが罠への第一歩です。二つ目の理由は、ディーラーが仕掛ける基準ずらしの魔法です。ある週末、ふらりとディーラーに立ち寄った彼に、営業マンは美しいカタログとともに一つの数字を提示します。車両本体価格800万円でございます。普通の金銭感覚なら足がすくむはずです。しかし営業マンは最高の笑顔でこう囁きます。今なら特別な残価設定プランがご利用いただけます。なんと月々たったの3万円のお支払いで今日からこの車のオーナーになれるんです。最初に800万という重い基準を見せられたせいで、月々3万円という自分の小遣いで払えそうな数字を出されると、脳が勝手に安い、お得だと錯覚してしまうのです。そう錯覚した瞬間、彼の敗北は決定します。なんとかローンを組み、高級車を手に入れた彼は、休日のショッピングモールでショーウィンドウに映る自分を見て違和感を覚えます。この高級車から降りてくる男が、ヨレヨレの服では格好がつかない、かっこ悪い。せめて腕元にはスイス製の高級時計が必要だ。高級車という最高級のピースが生活に入り込んだ瞬間、今まで不満のなかった他の持ち物がすべてゴミのように見えてくる。車に合わせて生活の全グレードを背伸びさせることで、クレジットカードの請求額だけが肥大化していきます。しかもどんなに強烈な快楽であっても、人間の脳は
驚くほどのスピードで慣れてしまいます。納車された時の感動は数ヶ月でただの日常風景になり下がり、あと何十回も払い続けなければならない重いローンという現実だけが残るのです。しかも彼の心の奥底には常に消えないファンがへばりついています。5年後、本当に残りの400万円を払えるのか。もし事故を起こして車の価値がゼロになったらどうしよう。月々3万円という甘い入り口の先に待っている数百万という出口の恐怖。その見えない重圧が少しずつ彼の精神を削っていくのです。さて、ここからはザンクレの数学的な残酷さについて、その仮面を剥いでいきましょう。ビーラーは月々の支払いが安くてお得ですよと微笑みますが、最大の落とし穴は金利の計算のされ方にあります。自分が月々返済している金額にだけ金利がかかっている。そう勘違いしている人が多いですが、現実は違います。例えば800万円の車で5年後の残価を400万円に設定したとしましょう。実は数年後に払うと約束して据え置いたこの400万円という巨大な残価に対しても、車に乗っている5年間全期間にわたって金利が丸ごとかかり続けているのです。借りている800万円全額に対してきっちり利息を払い続けている。据え置いた残価にも金利負担が乗るため、体感以上に支払い総額が膨らみやすい仕組みです。さらに5年後の最終回には最後の審判が待っています。据え置いた400万円を一括で支払うか、車を返却するか、それとも再びローンを組んで乗り続けるか。400万円もの現金をポンと払えるわけがなく、見栄が邪魔をして車も手放せない。結局そのまま乗り続けるための再ローンを選択します。しかし新車を買った時の 1.9% といった低い優遇金利は終わりを告げ、中古車扱いとなったその車で再ローンを組む時、金利は容赦なく 5% から高ければ 8% 近い高金利へと跳ね上がります。毎月の支払い額は上がり、返しても返しても元本が減らない。最初の5年間と再ローンの期間を合わせて利息の総額だけでもう1台車が買えるかもしれないほどの金額を失っているのです。しかもザンクレには原状回復という目に見えない鎖が巻きついています。走行距離の厳しい制限があり、車内でのタバコやペットは厳禁。事故を起こせば保証されていた数百万の残価は吹き飛びます。自分の車だと思ってドヤ顔で乗っているのに、傷一つに怯えながらビクビク走らなければならない。事実上高い金を出して他人の車を預かっているだけの管理人なのです。そんなザンクレの鎖に縛られたおじさんの日常は滑稽なほど本末転倒の連続です。週末、家族で少し遠くへの旅行が決まったとします。しかし彼は自分の高級車を出しません。走行距離が伸びて将来の査定が下がるのが怖い。飛び石で傷がつくかもしれない。そう言ってせっかくの高級車をガレージに厳重に保管したまま、わざわざ安いレンタカーを借りて家族旅行に行くのです。一体何のために高いお金を払って車を買ったのでしょうか。休日に家族を乗せてファミレスに行く時も彼の神経は張り詰めています。後部座席で子供がフライドポテトを食べていて、一本でもカーシートの上に落とそうものなら運転席から振り返り顔を真っ赤にして激高します。汚すな、傷がついたらどうするんだ、査定が下がるだろう。家族の笑顔よりも子供の自由よりも5年後の車の査定額を最優先する車内独裁者への悲しい変貌です。家族からは鬱陶しがられ、車内は常にお通夜のような空気が漂う。そして彼は夜な夜な家族が寝静まった後、深夜の洗車場に一人で通いボディを磨くのです。預金残高のなさを隠すようにボディの輝きで自分を保とうとする。あまりに孤独で
かわいそうとも言える状態です。ここで、私から皆さんに、今後忘れられない、残酷な、呪いの計算を提示しましょう。もし彼が、ローンと維持費、そして見栄のために使っている、月々10万円という大金を、年利 5% で、15年間、新NISAなどで地道に運用していたら、どうなるか。皆さんは、画面のこの数式を直視できるでしょうか。この複利計算が叩き出す、冷徹な答えは、なんと、約2600万円です。15年後に残るであろう、その車本体の、わずかな資産価値を差し引いたとしても、彼が今、ドヤ顔で握りしめている、その本側のハンドルは、実は2000万円の損失、そのものなのです。老後に残るはずだった、本物の安心。奥さんと、のんびり旅行に行くための資金。子供たちを、助けてやれるだけの余裕。彼はそのすべてを、交差点での、ドヤ顔と引き換えに、捨てているのです。考えてみてください。2000万円あれば、老朽化した自宅を、きれいにリフォームできたかもしれません。子供が家を買うときや、孫が生まれたときに、ポンと援助してあげる。かっこいい親になれたかもしれない。そして何より、自分や家族が病気に倒れたとき、お金の心配をせずに、最善の治療を受けられる。そういう人生を守るための、本物の選択肢を、彼は、自ら手放しているのです。将来もらえる大きなホールケーキより、今すぐもらえる、目の前の飴玉に飛びついてしまう。遠い未来の大きな利益より、目の前の小さな快楽を我慢できない。これは、誰もが陥る可能性のある脳の弱点です。人生の収穫期に入ってまで、借り物のプライドにすがっている時間はありません。信号待ちで、隣の車に勝ったところで、人生は何一つ豊かになりません。他人との比較で得られる優越感は、一瞬で消える麻薬のようなものです。見栄を捨てて、複利でコツコツと積み上げた本物の資産こそが、ご自身の心を安定させ、大切な家族を守る大きな支えになります。深夜の冷たい洗車場に行く必要はありません。見栄というあまりにも重すぎる荷物を下ろして、自分と家族の本当の自由のために舵を切り直すことが、彼の進むべき道だと思います。借り物のハンドルではなく、自分の人生の手綱をしっかりと握るべきなのです。今日、この動画でハッと思った方、ぜひコメント欄であなたの決意を聞かせてください。借り物のプライドは今日で捨てました。見栄を売って自由を買います。その力強い一言があなたの新しい航海の始まりになります。チャンネル登録と高評価でこの船に乗り込んでください。私と一緒に見栄を捨て、賢く、したたかに、真の自由への航路を進んでいきましょう。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。